英語字幕が利用できます。今回のハック&DIY チャンネルは、キャスティング用ルアーカメラを作っていきます。今映っているのは、イワシのベイトボールとシイラの尻尾です。シイラ釣りで幸運にもベイトボールに遭遇し、なんとかルアーカメラで水中の様子を撮影することができました。他にも、いろいろと面白い映像を撮影できたので、後ほど、実際の水中の映像もお見せします。ただ、2日間挑戦して、100回以上キャストしましたが、カメラをつけた状態で、魚をヒットさせることはできませんでした。ですので、今回は、どうやったらカメラをつけた状態で魚を釣ることができるか検討していきます。前の動画では、カメラを安定して泳がせるために、このようなバイブレーションルアーを参考にした形状にしてみました。しかし、実際に試してみたところ、姿勢が全く安定せず、全然ダメでした。こんな感じにカメラがひっくり返ってしまい、リールを巻くと、すぐに水面に飛び出してしまいます。多少のバランスウェイトではカメラの姿勢を維持することはできないようです。いろいろな形状を試行錯誤した結果、最終的にこのような形状にたどり着きました。フロートを追加し、さらにルアーの重みも利用して姿勢を安定させます。ウイングの形状も変更し、安定した姿勢で下向きの力が強く発生するようにしました。このラインの通し方だと、魚がヒットした時にカメラのボディに強い力がかかってしまいますが、ドラグ設定が5キロ程度までならなんとか耐えられそうです。フローティングルアーの場合はこのように使います。完成したカメラはこんな感じです。港でキャストしてみます。ウェイトを追加した結果、カメラが 50g 弱の重量となったため、ルアーと合わせて 100g 程度と、キャストするにはちょっと重いです。形状を工夫した結果、ジャークさせたり早引きしてもカメラが浮いてくることはなくなりました。水面から見えるカメラの姿勢も安定しています。船からキャストした時の実際の映像はこんな感じです。この時はウェイトボールの少し先を狙ってキャストしました。このベイトボールでキハダマグロをかけた人もいたのですが、私のルアーが通過する時にはもうシイラしかいなかったようですね。ルアーをアクションさせているので、映像が揺れていますが、以前のようにカメラがひどく回転することはなくなりました。今度はシイラの群れを狙ってキャスト。ルアーがシイラの群れを通過します。シイラたちがルアーを追ってきているのがわかります。ですが、すぐに見切られて、離れていってしまいました。シイラがルアーを追いますが、全然口を使ってくれません。周りの人は次々にヒットさせていたので、カメラがシイラにルアーを見切られる原因のようです。ルアーが見切られてしまう理由はいくつか考えられますが、細かいルアーの動きができないことが最大の原因と考えています。シイラは猫じゃらしと言われるように、ルアーの細かい動きでヒットさせますが、カメラが抵抗になってしまい、細かいロッドの動きがルアーまで伝わりません。他には上下方向の動きや魚から見えるシルエットの問題もありそうです。あとは形状的にキャストの飛距離が短いのも問題ですが、これはキャストの練習で多少マシになりそうです。対策としてまず考えられるのが、ロッド操作しなくても勝手にアクションしてくれるミノーなどのルアーを使うことです。
今回メインに使用したのはペンシルと呼ばれるタイプのルアーです。上下方向の動きも使うルアーですので、そもそもカメラとの相性は良くなかったようです。今度はミノータイプなどの引くだけで派手なアクションをしてくれるルアーを試してみようと思います。並行してカメラのさらなる小型軽量化も進めます。カメラのメイン基板を2枚に分割することで、現在の約 80mm のボディサイズから 60mm 程度まで小型化できる見込みです。合わせてバッテリーの容量も減らすことで、重量も現在の 42g から 30g 程度まで減らせる見込みです。ただ、基板の製造などが必要なので、カメラの小型化はもうしばらく時間がかかると思います。シイラ以外のターゲットとしては、カツオやキハダ、ヒラマサ、サワラ、あとはシーバスあたりでしょうか。サワラやシーバスはスピンテールで釣れるので、カメラと相性が良いかもしれませんね。あとはキャストの練習あるのみですね。梅雨入りで天気が微妙ですが、8月にはキハダマグロ戦が始まってしまいますので、早めにシイラのリベンジに行く予定です。シイラ戦でカツオやキハダマグロも釣れているので、うまくいけばカツオやキハダのルアーへの反応も撮影できるかもしれません。今回の内容はここまでです。最後までのご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。